So the big thing that you really need to know here about this is that Concord costs about $400 million to make.通勤通学中の皆様おはようございます。ブックタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、コンコードの話題になります。今回ですね、このコンコード、関係者の証言というのが出てきまして、とんでもない制作費がかかっていたということが判明したようなんです。これがですね、本当に驚くべきものでしたので、一体何が起きていたのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題ですが、これすごい顔してますね。今回ですね、コンコードのですね、とんでもない制作費というのが明らかになったというんですね。で、今回もですね、ちょっと明日の朝、どうしてもね、出したい動画というのがありまして、この動画ね、取って出しですぐ出してます。昼ぐらいには出てるんですかね。皆さん明日の動画、朝ね、絶対見てくださいね。あの話なんで。コンコードの開発者が失敗したゲームの開発費が4億ドルに達したことを明かし、internally、ソニーのスター・ウォーズのようなプロジェクトと呼ばれていたと語る。ということで、早速ですが、こちらですね、internally とあります。こちらが本日のキーワードになります。ちょっと今日ね、朝の動画でキーワードできなかったんで見ていきましょうね。internally。ということで、こちらはですね、はい、これですね。人、組織、場所、国などの内部で。ということで、こちらのね、internally というのは、内部的にという意味になるんですね。社内でとか、組織内でとかね、国内で。こういった意味ですね。つまり、こちらの場合はこのようになります。コンコードの開発者が失敗したゲームの開発費が4億ドルに達したことを明かし、社内ではソニーのスター・ウォーズのようなプロジェクトと呼ばれていたと語る。ね、悲しいですね。ちょっと涙なしでは聞けない話のような気がしてしまいますが、ゲームのトラブルがすでに十分ひどいのに、コンコードに携わったとされる開発者は、この失敗したヒーローシューティングゲームがソニーのこれまでの最も高価なタイトルであっただけでなく、上層部によってプレイステーションブランドの未来とみなされていたことを明らかにした。これはスケアードシンボルズの司会者コリン・モリアーティによって明かされました。モリアーティは実際にゲーム開発に携わった人物から情報を得ています。ということで、ちょっとね、ここまで情報を整理しますと。で、まずですね、この情報のソースというのがこちら、コリン・モリアーティという方で、この方はですね、元ゲームのジャーナリストで、こちら、ラストスタンドメディアというですね、ゲームなんですが、YouTube とか、ポッドキャスト、こういったのを扱ったメディアの創設者です。そして今回こちらのコリンさんが、コンコードの開発者に話を聞いたということで、これをポッドキャストで話したんですね。で、その一部をですね、先行で X で公開しておりまして、現在これが拡散されているというわけです。コンコードに携わっていた人が私に連絡をくれたんだとモリアーティはまだ公開されていない番組のエピソードで共演者のクリス・レイガンとダスティン・ファーマンに語った。そのエピソードのクリップはモリアーティが自身のツイッターアカウントに直接シェア。私はその人物について確認し、あらゆることを調べ、徹底的に話をして、コンコードについて共有できる興味深い情報を得ました。そしてここなんですよ。これに関して本当に知っておくべき重要なことは、コンコードの制作費が約4億ドルだったということです。ということで皆さん、ね、このコンコード、当初はですね、5000万ドルから1億5000万ドル、かなり幅が広いですが、このあたりの中に入っているんじゃないか、そんなことが言われていました。これ以外にもですね、やっぱり2億ドルかかっているんじゃないか、そんな話も出ていたんですね。なんですがですよ、実際蓋を開けてみたら、約4億ドルかかっていたというんです。これ日本円で、開発にね、8年かかっているんで、その間ね、レートも変動してますから、正しい数字というのはわかりませんが、現在のレートで換算すると、570億円です。これがほぼ丸々回収できなかったということなんですね。で、これまでの経緯もね、詳しく明言されておりまして、2023年第一四半期には、コンコードはアルファ版に入っていたと言われています。これはつまりベータ版の一つ前の状態ですね。ゲームのメインの部分がプレイできる状態。これをね、アルファ版と言います。2023年第一四半期にはこの状態だったと。これはソニーがチームを買収する前のことでしたが、ソニーはおそらく2022年後半、遅くとも2021年からコンコードで、ファイアウォークスタジオとファイアウォークの元の所有者であるパワーブイモンスターズと協力していました。ゲームはその前から開発されており、アルファ版に入った時点で彼らはすでに約2億ドルを費やしていました。その資金のうちパワーブイモンスターズとゲームへの当初の投資家からの金額がいくらで、ソニーからの金額がいくらなのかは不明ですと彼は続けた。ゲームはすでに2億ドルが費やされており、その時点からゲームがリリースされるまでにソニーはさらに2億ドルを費やしました。コンコードに関する舞台裏の噂では、ゲームが公開された時には笑ってしまうような状態だったということです。アルファ版の準備が整い、
彼らがこのゲームを 1,2 年でリリースする準備はできていると言った時、状況があまりにも悪く、ソニーはさらに2億ドルという多額の資金を費やす必要があると感じたそうです。これはゲームを素晴らしい状態にするというわけではなく、単に実行可能な状態にするためでした。ということでね、これね、今何を言っているかと言いますと、もともとね、もうそもそもゲームが遊べるような状態ですらなかったというんですよ。なのでソニーはこれはまずいということで、さらに2億ドルを追加して、なんとか遊べる状態にまで持ってったということなんですね。そしてその時、2023年第一四半期には何も進んでいなかったと彼は付け加えた。大きな費用の一因は、ゲームの多くの部分を急いで他のスタジオに外注し、ゲームの開発を完了させなければならなかったことです。ゲームがアルファ版で公開されるまで、基本的な2つの要素が全く手をつけられていませんでした。これは、プレイヤーがキャラクターを選ぶ仕組みについて、そしてマネタイズについてです。これはゲームにとっては非常に高額かつ重要な要素となっています。この情報を踏まえてモリアーティ氏は次のようにまとめた。これはソニーがファーストパーティー、セカンドパーティーのどちらから見てもこれまでリリースしたゲームの中で最大のものです。そして利益がなかったため全てを失いました。総収入が100万ドルほどあったのにそれを全て返還したのです。これは数億ドルという巨額の損失でした。ということでね、100万ドルの収入があったから何なんだというレベルの損失ですが、これね、ソニーは全額返金すると申し出てるんですよね。ただ現在ですね、このコンコード、めちゃくちゃプレミアがついてるそうで、手元に置いておくっていう方かなり多いんじゃないかなと思います。これね、とんでもない値段ついてるんでね、今。そしてこちらがね、こうなってしまった原因ですよね。なぜこのようなことが起きたのか。彼の情報源によると、それが起こった理由は、このゲームが舞台裏で過度に支持されていたためだという。そしてね、ここからすごい話になっていくんですね。この背後では、コンコードは、ここすごいですよ。プレイステーションの未来だという言葉がそのまま使われていました。皆さん、コンコード、プレイステーションの未来を背負っていたんだそうですよ。彼らはこのゲームに大きな野心を抱いていたため、社内ではソニーのスターウォーズのようなプロジェクトと呼ばれていました。ね、スターウォーズっていうのはUBI のスターウォーズのことじゃないですよ。映画のね、スターウォーズ、ああいったプロジェクトのつもりで進んでいたと、そういうことなんですね。さらにこの開発者はモリアーティに次のように伝えた。このゲームで大きな問題だったのは、スタジオ内の有害なポジティブな雰囲気があったということです。これはゲームを作っている人たちの性質やゲームの読み方などから感じ取れると思います。どうやらこのゲームについて社内では何も言うことを許されなかったようです。何かがおかしいとか、キャラクターデザインがおかしいとか、そういうことについてです。どうやらこれはソニーインタラクティブエンターテインメントの CEO、ハーマン・ハルストの産物だったようだと指摘。そして彼自身もこのゲームの熱烈な支持者だった。ということでね、社内ではこのコンコード絶対いけると、プレイステーションの未来を背負ってて、私たちはスターウォーズを作っているんだと、このような雰囲気で何かを指摘できるような雰囲気ではなかったと、そのように言っているんですね。やっぱりね、開発期間が長すぎるとこうなってしまうんですかね。ということで、これについての反応の一部を見ていきたいと思います。有害なポジティブさが否定的なフィードバックを一切阻止した。実のところひどいアイデアは大抵このようにしてここまで来てしまいます。フィードバックをするとあなたは悪者になるので、しばらくすると人々はフィードバックをしなくなります。だからこれってすごく納得する話で、以前見ましたよね。開発者がユーザーからね、割と冷静なフィードバックを受けたにもかかわらず、それに怒りまして X 上でそれを全て非表示にするんですね。そしてその非表示を解除してほしかったら8ドル払えというね、ああいったことがありましたが、この背景を知ると納得でしょ。全部説明がつくんですね。私はその数字を信じません。4億ドル、それは狂気の沙汰です。こちらビヨンドありますね。クレイジーを超えていると。ドクホリデーがありますね。正直なフィードバックが不足すると確実に失敗に終わります。有害なポジティブさは最近開発者の多くを表現するのにとてもいい言葉ですね。これほんと確かにそうですね。今後使われるかもしれませんよ、これ。初めてゲームを作って、それがスターウォーズと同じくらい大きなものになると考えているスタジオは、シドニー・スイニーが私のダイレクトメッセージに返信してくれると思っている私よりも妄想がひどい。この人面白いですね。人々が提起したフィードバックと懸念を完全に無視しない限り、このようなデザインが世に出るはずがありません。彼らは本当にこれを信じていました。ソニーはアメリカからさっさと撤退して日本に戻るべきだ。アメリカのチームはいい決断をしない。はい、ということで本日はですね、緊急の増刊号でお送りしましたが、コンコードが実は500億円以上費やしているんじゃないか、こんな話が出てきたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。これはですね、あくまでもコリンさんが開発者に聞きましたよという話ですからね、公式で何かが出てきたというものではありませんが、ディテールを聞く限りですね、かなり説得力があるものなのかなというような感じはしましたね。ただ一方で、これはさすがにかけすぎじゃないのと、そういうことを言っている人がいるのも確かなんですね。いやー、このコンコードやっぱりですね、もう復帰はしないだろうというような見方がね、大半を占めているようで、事実上ね、
あれは正式なサービス終了だと言われているようですね。いや、だからこの背景を踏まえてそれを考えるとですね、このコンコードっていうのは、いや、本当に大げさじゃなくって、ゲーム業界にとっての大事件だったということですよね。むしろこのソフトを持ってる人はラッキーなのかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。明日の朝はあの話題のとんでもない続報です。